私はさえり。夫の誠とは大学の時に出会い、4年付き合った末に結婚。私たちは付き合っていた時からふざけ合っていると、夫婦漫才するな。言い争っていると、夫婦喧嘩するな。と周りから言われるほど仲が良かった。そんな誠の家族なので、私は少しも疑うことなく、いい関係を築いていけると思っていた。なので、まさかこんなことになるとは思ってもみなかった。結婚後、私は誠の実家で暮らすことになった。誠のお父さんはすでに他界していて、お母さんが一人になってしまうことを心配した誠が同居を申し出たのだ。お母さんは嬉しそうに受け入れてくれ、良好な関係を築けていた。私のことを実の娘のように可愛がってくれて、二人で出かけることもあるほどだ。結婚を機に専業主婦になった私は、平日はお母さんと一緒に家事をこなし、週末は家族みんなでのんびり過ごす幸せな生活を送っていた。そんな生活がずっと続くと思っていたが、ある日、お母さんに入った電話を境に、雲行きが怪しくなっていった。その日は休日で、3人でこたつを出すか否かを相談していた。秋にはまだ暑さがぶり返す日もあったが、11月に入り気温がぐっと冷え込むようになったため、寒がりな私がそろそろこたつを出さないかと提案したのだ。もう11月だし、こたつを出してもいいんじゃないのかな。こたつなんて出したらさえりずっと動かないだろ。そんなことないよね、お母さん。なんてやりとりを私が誠としていて、お母さんが、困ったわね、と言いながら笑っていたとき、お母さんの携帯が鳴った。あら、美咲からだわ。そうお母さんが言ったとき、私は一瞬ドキッとしてしまった。実は、技師の美咲さんとは今までに数回しか会ったことがなかったものの、会うたびに嫌な思いをさせられていたのだ。最初に会った時は結婚も決まって荷物を少しずつ誠の実家へ運んでいる時、美咲さんはすでに結婚しており、実家から新幹線を使って1時間ほどのところに住んでいた。決して近くはないので、実家に帰ってくることもたまにしかないと聞いていたが、その日はたまたま夫の明さんと2人の娘を連れて帰ってきていたのだ。結婚の挨拶に伺った時もいなかったので、私は自己紹介も兼ねて挨拶をした。お姉さん、はじめまして、さえりです。来月、誠さんと入籍してここに住むことになりました。よろしくお願いします。いい人ぶらないでよね。嫁いだからっていい気になって、私は初孫を産んでるのよ。きっと睨みつけられた。何か気に障るようなことを言ったかな。だとしても、初対面で初めての会話がこれって。そう思わずにはいられなかった。それからも、美咲さんはなぜか私を目の敵にしているようで、会うたびにチクッと刺さるような嫌味を言ってきた。なので、私の美咲さんへの印象はいいものとは言い難い。そんな美咲さんがめったにしない電話をお母さんにかけてきたのだ。どうしても気になってしまう。美咲、もしかしたら離婚するかもしれないんですって。今に戻ってきたお母さんからの予想だにしていない発言に、私も誠も、え？と大きな声を上げてしまった。私はすぐに浮かんだ疑問を言葉にした。お母さん、美咲さんはどうして離婚することになったのでしょう。美咲さんの娘2人はまだ小学生だ。ただでさえ子供を育てることは容易なことではないのに、さらに一人で幼い2人をとなれば少し考えただけでも大変だと想像がつく。それでもなお離婚するとなるほどの原因は何なのか、単純に疑問だった。なんでも、明さんが浮気をしたらしくてね。
さらなる予想していない発言にまた大声を上げてしまった。もし離婚した場合、姉貴はこっちに帰ってくるのかな？誠は心配そうに聞いていたが、帰ってくることを想像すると何とも言えない気持ちになった。私は美咲さんに言われたことをお母さんにはもちろん、誠にも言っていなかった。誠のこともお母さんのことも好きだからこそ、家族のことを悪く言いたくなかったのだ。でも、あの美咲さんと同居、不安でしかなかった。まだどうなるかわからないけど、そうなった時のために部屋を片付けておこうかしら。お母さんはまたため息をついた。結局、その日はこたつは出せずじまい。代わりと言ってはなんだが、次の日、万が一に備えて空き部屋を掃除することになった。それから約1ヶ月、私の不安は現実になった。あの日以来、音沙汰がなかったが、お母さんにまた電話がかかってきた。離婚が決まったらしい。娘2人の親権は美咲さんが持つことになったそうだが、家は明さんが持つことになったようで、お母さんに、住む家がないと言って泣きついてきたみたいだ。美咲さんは子供が生まれてからは専業主婦でいたため、お金も余裕がないらしい。娘2人の養育費はもらうことになったようだが、それでも3人で暮らしていくには心もとないのだろう。お母さんは美咲さんと美咲さんの娘2人合わせて3人まとめて家へ引き取ることを決意。騒がしくなるかもしれないけど、少しの間よろしくね。仕事を見つけたら出ていくって言ってるから。もちろん私は嫌とは言えない。嫁いだとはいえ、この家はもともと美咲さんの家でもあるのだ。それに娘2人のことも考えたらなおさら、私個人のわがままでノーということはできなかった。数ヶ月の辛抱だし、そのくらい大丈夫だろう。私はそう思うことにした。帰ってきた初日、美咲さんは扉を開けた私には挨拶もせず、荷物だけを渡してきた。そして娘2人を連れてさっさと居間へ向かっていった。お母さんは、大変だったね、と同情の声をかけ、誠も何も言わずに見守っていた。帰ってきてすぐの仕打ちに私はいたたまれなくなったが、美咲さんも大変だったんだろうと自分の気持ちをどうにか抑えた。こんなんでやっていけるのかな。ただでさえ美咲さんが帰ってくる前から不安だったが、帰ってきた今、さらに不安は大きくなっていた。そして、その不安は見事に的中することになる。その日は、年越し前にいろいろ挨拶してくるわね、と言って、お母さんは外出しており、私も大掃除で必要な掃除用品や、おせちに必要なものを買い出しに行かなければならなかった。誠は仕事、美咲さんの娘2人は小学校に行っていて、美咲さんは居間でテレビを見ている。せっかく出したこたつは美咲さんが帰ってきて以来ずっと占領されていて、ゆっくり入れないままだ。スーパーと薬局へ行ってきます。すみませんが留守番お願いします。そう言って出かけようとしたら、待ちなさいよ、と怒鳴られた。なんで私があんたに指図されなくちゃならないのよ。この家はもともと私が住んでたのよ。よそ者のあなたが我が物顔しないでちょうだい。家に誰もいないことをいいことに、今日は人目もはばからず大声を上げてくる。美咲さんはお母さんや誠がいる前では決して私に怒鳴らない。むしろ普通に話しかけてくるので、最初の頃はそれに慣れず、ぎこちない対応をしてしまったこともあった。その後に美咲さんから、仲いいふりしなさいよ。気が利かないんだから。変なこと言ったら追い出すからね。
と言われ、ああ、そういうことかと納得した。それからは、なるべく当たり障りのない返事をし、二人きりにならないように心がけたが、今日みたいな日はどうしようもない。さっさと外へ出て、少しでも二人でいる時間を減らそうと思ったが、その前にこれだ。私は、夕飯の材料も買ってこなければいけないのですみません、と言った。一日中何もしないのに、ご飯だけはしっかりと食べる美咲さんに、夕飯というワードを出せば、ごたごた言うことをやめて、早く出かけさせてくれると思ったのだ。しかし美咲さんは、私も今から出かけるの、と言い出した。あ、そうだったんですか？すみません。じゃあ鍵をかけるので先に出かけてください。と言ったが、美咲さんはその場を動こうとしない。何言ってんの？どっちが先に帰ってくるかわからないんだから、鍵は開けておいてよ。私が先に帰ってきたらどうすんのよ。美咲さんは家の鍵を持っていないのだ。でも、鍵を開けっぱなしで出ていくのも気が引ける。でも、鍵をかけずに出かけるというのも。そう言うと美咲さんは、いい子ぶってんじゃないわよ。とまた怒鳴ってきた。そんなにお母さんにいい子だと思われたいわけ？こっちは離婚した身だっていうのに、毎日のように誠ともお母さんとも仲良さそうにしちゃってさ、そんなに幸せ自慢して楽しい？言いがかりだとは思いつつも、そんなつもりありません。ですが、そう思わせてしまっていたなら謝ります。ごめんなさい。と、私は頭を下げた。すると、目の前に手を出された。私が何のことだかわからず、ただ差し出された手を凝視していると、鍵貸しなさい。と美咲さんが言ってきた。鍵を渡すことに躊躇したが、しばらく経っても渡さない私の手から美咲さんが強引に鍵を奪っていった。私は一応、戸締まりの確認をしっかりお願いします、と釘を打って出かけることに。それから薬局へ向かい、その後スーパーで買い物をした。時計を見るともう15時過ぎ。帰ってから掃除をして、それから夕飯の準備をしても間に合うように出かけたつもりだったが、少し遅くなってしまった。やっと玄関に着き、荷物を抱えたまま扉を開けようとしたが開かない。私は荷物を置いて、再度扉を開けようと試みた。しかし、扉はびくともせず、鍵がかかっているようだった。試しにインターホンを鳴らしてみたが、応答はない。美咲さん、まだ帰ってきてないのかな？困ったな。時間がないっていうのに。晴れてはいるものの、12月に外でずっと立っていると、寒さが身に染みてくる。もっと着込んでくればよかった。と後悔していると、お母さんが帰ってきた。あら、さえりちゃんどうしたの？寒がりなあなたが家にも入らないで。と、お母さんはすぐに私のことを心配してくれる。美咲さんも出かける用事があったみたいで、鍵を渡してしまったんです。まだ帰っていないみたいで、家に入れなかったので、お母さんが帰ってきてくれて助かりました。お母さんが鍵を開けてくれ、家に入る。家の中は暖房が効いていて、冷え切った体に暖かさが染み渡った。買い出ししてくれてありがとうね。掃除始める前にお茶でも飲みましょう。そうお母さんが誘ってくれたので、私はお茶の用意をしてから居間へ向かった。すると、居間ではこたつに入り、寝息を立てている美咲さんの姿が。嫌だわ。この子ったら起きなさい。いるならなんで鍵を開けなかったの？さえりちゃん、寒いの苦手なのに外でずーっと待ってたんだからね。お母さんが起こすと寝起きだからか、お母さんが私の味方をしたからか、美咲さんは鋭い目つきで私を睨んできた。
年が明けても美咲さんは家でダラダラした生活を続け、仕事を探している様子はなかった。お母さんが、仕事は？家は？と聞いても何も言わず部屋にこもってしまい、こちらの話を聞こうともしない。仕事が見つかるまでと言って実家に転がり込んできたのに、ずっとぐうたらし続けている美咲さんのことを最近ではお母さんも誠もよく思っていないようだった。そんなある日、事件は起こった。お母さんが倒れたのだ。医者によると過労やストレスが原因だとのこと。年齢のこともあり、お母さんはしばらく入院して様子を見ることになった。こんなことになっても美咲さんは病院へ来ない。仕事を切り上げ、病院に駆けつけた誠にお母さんの容体を説明するとともに、私は意を決して美咲さんからこれまでにされてきたことを打ち明けた。誠は私のことを疑いもせず、気づかなくてごめんと謝ってくれた。最近の様子を見ていて、美咲さんがそういうことをしていてもおかしくないと思ったのだろう。俺からも注意するからと誠は言ってくれたが、お母さんがいない間、私の負担はかなり大きいものとなった。誠が注意しても美咲さんは聞く耳を持たず、何も家事を手伝ってくれないどころか、お母さんがいないのをいいことに、あれこれ買ってきて、おかずは何がいいなどわがまま放題。もう誠に打ち明けたので、荒波を立てないように振る舞う必要もなく、私はできないことはきっぱり断った。しかし、美咲さんはその度に怒鳴り散らし、挙句の果てにお母さんが入院してから1週間が過ぎた頃、お母さんがいない今、この家は私のものよ。あんたたちは出て行きなさいよ。と言ってきた。わかったよ。出てってやるよ。その代わり、もう俺たちは姉さんのこと助けないからな。私が反論するより先に誠がこう言い放った。これには私もびっくりしたが、誠は本気のようだった。美咲さんは満足そうな笑みを浮かべ、助けなんて求めるわけないでしょと言っていたが、私は哀れで仕方がなかった。その勝ち誇った顔が崩れ落ちていくのを容易に想像できたのだ。それから急いで即入居可能な物件を探し、私たちは3日で引っ越しを終えた。お母さんが退院してきた時のことも考えて広めの部屋を借り、お母さんの荷物も運び込んだ。負担をかけないようにと、退院するまでは引っ越ししたことやそれまでの経緯を話さないようにしようと誠と決めた。それから数日してお母さんは無事に退院。事情を知ったお母さんは、ごめんなさいねと謝ってきたが、私は謝らないでくださいと言った。どうせ美咲さんたちもすぐにあの家を出ていくことになるのだから、むしろ望んで出て行ったと言っても過言ではない。それから1ヶ月ほどが経ったある日、美咲さんからお母さんに電話がかかってきた。ねえ、これどういうこと？説明してよ。少し離れていた私たちにも聞こえるほど大きな声で美咲さんは怒鳴っている。お母さんから代わり、誠が説明する。その家、もともと売る予定で不動産会社と話していたんだよ。姉さんが帰ってくることになったから時期を延ばしてもらっていただけなんだ。でももう俺らも引っ越したし、持ってる必要ないだろ？だから売ったんだよ。そう。私たちは美咲さんが帰ってくる前に、もうあの家を売ることを決めていたのだ。美咲さんに追い出されたあの日、誠はすぐに不動産会社に連絡。先日、買い手がついたとの知らせがあった。なんでそんな大事なこと言わないのよと、声を荒げる美咲さんに、誠は冷たく言い放った。何度も言おうとしたのに、こっちの話を聞かなかったのは姉さんだろ。
家や仕事の話になるとすぐに部屋にこもってたくせに。ちょっと待ってよ。私これからどうすればいいの？すぐに立ち退いてって言われたんだけど、住む家もないしお金もないの。助けなさいよ。とりあえず今の住所教えなさい。あの時、助けなんて求めないと言って勝ち誇っていたのは誰でしょうと言いたくて仕方がなかったが、誠が代わりに言ってくれた。助けなんて求めないって言っただろ。俺たちは助けない。自分でどうにかしてくれ。もう電話もしてくるな。そう言って誠は電話を切った。しかし、それからしばらくしても電話は鳴り止まず、痺れを切らしたお母さんが電話に出る。美咲さんはまた大声でいろいろ言っていたが、弟嫁をいびって母親が倒れても見舞いにも来ない。仕事もしないし、その上弟夫婦を追い出す娘なんてもう知りません。あなたとは縁を切らせてもらいます。お母さんはそう言って美咲さんに有無を言わさず電話を切った。その後も電話は鳴り止まなかったが、誰も電話を取ることはなかった。それからしばらくして美咲さんの娘2人の親権が明さんに移ったと耳にした。私たちには明さんの浮気で離婚と言っていたが、それはどうやら嘘で美咲さんが浮気した側だったらしい。それでも子供には父親より母親という美咲さんを信じ、一度は子供たちを託したようだが、一向に仕事もせずだらしない生活を送っていることを知り、親権を取り戻しに来たそうだ。今ではボロボロの安いアパートで一人寂しく暮らしているらしい。自業自得。その噂を聞いたとき、私は同情することなくそう思った。今私たちは新しく家を建てている最中。そして私は妊娠5ヶ月目に入ったところ。新しい家と新しい家族。新しい生活はいいスタートが切れそうだ。